はい、こんにちは、サウンです。今日は2023年の年末の僕の生活を含めて Vlog に作ろうと思います。今日は友達とカフェでおしゃべりしようと思ってカフェに来ました。こんな感じでお酒も売ってる感じのカフェです。夕方に来たのでこんな感じでバーみたいな、こんな感じです。僕たちが頼んだのはこんなミルクティーとアメリカーノとかカフェ種類を3個ぐらい頼みました。なんかアイスをコーヒーで作ったんで、めっちゃいい感じのカフェでした。結構人がいないところにあるカフェなので、ちょっと静かな感じでみんなでおしゃべりできる感じでした。インテリアもこんな感じで結構可愛かったし、コーヒー作れるところもこんな感じで、ちっちゃいなんかいろんなとこ置いてるのが可愛くて、インテリア自体が本当に可愛かったです。こんな感じで静かでおしゃれなカフェでした。やっと卒業審査が終わって、博士学位をもらうことになって、研究室の皆さんは僕の卒業、僕の学位を取ることをお祝いするパーティーをしてくれて、こんな感じでみんなと撮影会、なんか写真をみんな撮ってくれて、こんな感じの幸せなパーティーでした。本当になんかこんなのをもらって嬉しかったです。次はなんか日韓交流会の友達と会うことになって、みんなとカフェでお待ちしています。こんな感じのドラえもんも行って結構人が多かったんですけど、結構明るい空気のカフェでした。飲み物はおしゃべりできてゆっくり飲めるからアメリカーノにして、こんな感じで人たちを待っています。年末だからまだクリスマスの空気で、こんな感じのクリスマスのインテリアがあります。こんな感じでいい感じのインテリアでした。人が多くてうまくは撮れなかったんですけど、こんな感じです。卒業が決まって博士になることになったから、卒業した僕の高校からなんかいいことを話してくれたらいいなとか言われて学校に行っています。僕の学校は BTS の B が通った学校なので、こんな学校の近くに B の壁画がこんな感じであります。本当になんかテクの自慢の人みたいな感じですね。こんな感じで長い壁画があって、僕は会ったことないんですけど、いつもテテが通った高校の卒業生だよみたいな感じで自慢しています。ならゆっくりこんな壁画を見てみましょう。博士になった僕が高校の学生たちにどんな話をしてくれたらいいかでずっと悩んだんですけど、とりあえず学校の近くにあるカフェで僕がする発表、授業っていうか、その話を最後にまとめて準備しようかなと思って今パソコンで準備しています。その時話した内容は博士になる道とか、博士になるために僕はどうやって頑張ったかとかを、僕の人生について話する時間になりました。授業は無事に終わって、この後からは僕の友達が仕事してる動物園に来たんですけど、ここは無料で入れる大孫公園っていう公園なんですけど、そこで友達と挨拶しようと思って、とりあえず入ってみました。ここは僕の家と高校の近くにある公園だし、無料で見えるから結構おばさんおじさんたちが散歩しに来る公園なんです。こんな感じで鹿とか象とかいろんな動物も一緒にいる公園です。年末だからこんな感じで研究室とみんなと教授と含めてこんな感じで写真も撮りました。友達からミュージカルのチケットをもらってミュージカルを見たんですけど、その主役を演じた人が韓国で結構有名な歌手テイさんが演じたから、その感じでミュージカルを見ております。最後にこんなカーテンコールはとってもいいんですよって言われて、その最後の挨拶のシーンは頑張って撮ってみました。この時がなんかクリスマスの時期だったから、クリスマスの雪とかクリスマスの柱とかをかぶって挨拶していますよね。こんな感じで2人だけ出演するミュージカルだったんですけど、その小さい舞台でミュージカルを見るのが初めだったんですけど、ちっちゃかったからもっと集中できた感じで、その方がもっと良かったかなと思うぐらいのミュージカルでした。本当に良かったです。今日はジャムシルで友達と遊ぶことになってジャムシルに来ました。
クリスマスの写真とかいろんなことしようかなと思ったんですけど、チャムシルのロッテンモールの中にこんな感じでクリスマスのポケモンのイベントショップがあって、そこにまず入ってみようかなと思って入ってみました。こんな感じでピカチュウとかめっちゃいろんなポケモンのクリスマスの姿があってめっちゃ可愛かったです。こんな感じです。でも僕は最初のポケモンしかわかんないので、誰が誰かわかんないぐらいのポケモンが多かったんですけど、でもまだ最初のそんな感じの不思議種とかゼニガメとかもともと知ってたポケモンもいっぱいあってたくさんあって、それは良かったです。最初出たポケモンたちの3つのポケモンがメインゲートにあって、こんな感じでマフラーもしてて色のが可愛くて撮ってみました。友達もそこで今写真とか撮ったりもしてたんで、それもめっちゃ良かったんですね。中に入ったらこんな感じでポケモンのグッズがいっぱいありました。ポケモンゲームに出てるなんかポケモンのキャラクターとか、ポケモン以外にもポケモントレーナーたちのぬいぐるみとかもいっぱいありました。ぬいぐるみ以外にも生活に使えるものたち、鏡とかいろんなことがあって、ここで鏡でちょっと撮ってみました。ネタモンの鏡でした。こんな感じで。でもちょっと高かったんですよ。やっぱりキャラクターのグッズなんで。こんな感じの新婦のピカチュウもあって、これも可愛くて撮ったんですけど、最近結婚してる友達が多いから、これをプレゼントしてもいいかなとか思うぐらいの可愛いものでした。こんな感じでポケモンのぬいぐるみもいっぱいあって、僕はここで不思議なでしか知らないんですけど、こんな感じでいっぱいありました。多分最初のスターティングポケモンかなと思います。こんなにクリスマスのポケモンがいっぱいあるのが本当に可愛いです。こんな感じのグッズがあったら買いたいなとか思ったんですけど、中にはポケモンの普通のグッズしかなかったから、クリスマスのはなくてちょっと残念でした。このポケモンも誰か知らないんですけど、こんな感じで、多分大きいから有名なポケモンかなとは思いますけど、こんな感じで当てていますよね。こんな感じでキーリングとかもいっぱいあって、僕は鍵とかがいっぱいある人だったらもう買ったかもしれないんですけど、鍵を全然使ってないから僕は見るだけで満足しました。続いてカンナオのカフェに行きました。前は同じところにあるカフェだったんですけど、前はちょっとなんか森みたいな感じのインテリアだったんですけど、カフェの店長が変わったかどうかは知らないんですけど、ちょっとなんか海みたいな感じのカフェに変わって、これもちょっといい感じだなとか思って、とりあえず入ってみました。1階はこんな感じで、まだ年末だから年末の空気がこんな感じであります。こんな感じでメリークリスマスとか書いてて、本当にまだクリスマス過ぎたのにこんな感じなのかなと思いました。海がコンセプトのカフェなので、こんな感じで海みたいな感じをスクリーンでずっと流れています。本当になんか海に来た感じがあったので、本当にびっくりしました。ここはトイレなんですけど、トイレもこんな感じでみんな写真撮ったりしています。本当に鏡に映った写真とかが本当に海かな思うぐらい、色もベージュ色で結構海っぽいな感じのカフェでした。それでこんな感じの海があるカフェで今日の Vlog は終わりなんですけど、皆さんどうですか？こんな感じの各国にはいろんなカフェがあるから、いろんなコンセプトのカフェとかいろんないいおしゃれなカフェがいっぱいあるからいいねとか思いますけど、やっぱり日本人もこんな感じのおしゃれなカフェあるんですよね。もしかしておすすめのカフェがあったら下のコメント欄で教えてください。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。なら次の動画でまた会いましょう。バイバイ。